はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。毎日ライブ配信または動画投稿しています。今回はエンブリース単体でサンドデビルのステージ25に挑戦した動画です。エンブリースを持っていない方もいらっしゃると思います。エンブリースはクランボスのキメラと戦うと報酬で少しずつかけらがもらえて、かけらが100個貯まると召喚できます。入手できたらこんな楽しみ方もあるんだなとか、入手できたらチャレンジしてみようかなとか、レイドをさらに楽しむきっかけになったら嬉しいです。今回の動画も丁寧にわかりやすくを意識して制作しましたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。グッドボタンもお願いします。今回はライブ配信中に視聴者さんから教えていただいてチャレンジしています。皆さんアドバイスなどありがとうございました。エンブリースはミスティックなので、変身前と変身後でスキルが異なります。今回のチャレンジで使用するのは変身後、別形態です。それではサンドデビルとエンブリースの戦闘のポイントをご説明していきます。まずサンドデビルですが、最初の一撃が強烈です。最初に放たれるのはアクティブスキル2のフィースティングスワームです。全体攻撃でシールドやダメージブロックや不死身を無視、さらに防御力 100% 無視してきます。このスキルであっという間に全員倒されてしまいます。ところがエンブリースは変身後のパッシブにより生き返ることができます。パッシブを見てみましょう。敵の攻撃で倒されそうになるとダメージを受ける前にバフの死亡後に蘇生を即座に付与となっています。なので蘇生役がいなくても自分で生き返ることができます。他にもサンドデビルは英雄の HP を破壊してきます。パッシブ2つ目のソウルサステナンスです。攻撃してくるたびに全員の最大 HP5% 分が破壊されます。破壊されるとこのように赤と黒の斜線となり、最大 HP が少なくなっている状態になります。回復しようとしてもこれ以上回復できなくなっている状態です。こうして英雄の最大 HP が少なくなってしまうのですが、エンブリースはしのぐことができます。エンブリースのアクティブスキル2をご覧ください。ボス戦の場合、自分の破壊された HP を完全に復元しつつ、HP を完全回復します。とあります。サンドデビル戦に適したスキルですね。初動で倒されてから生き返って HP が完全復活しても、次にサンドデビルのアクティブスキル2の強烈な攻撃、フィースティングスワームが発動されるまでの間、サンドデビルの攻撃に耐え続けなければいけません。こうしてアクティブスキル2で倒されて起き上がり、次のアクティブスキル2まで耐えての繰り返しです。アクティブスキル2が発動されるまで耐えられるようにするのがポイントです。耐えられなくてもパッシブで蘇生はできますが、パッシブ自体のクールダウンが5ターンあります。サンドデビルのアクティブスキル2が発動されるよりも前にパッシブを使ってしまうと、いざサンドデビルのアクティブスキル2が発動された時に自身を蘇生できなくなってしまうので注意が必要です。戦う時は最初に手動もしくは自動で変身させます。自動の場合はチームセットアップをする必要があります。設定するのはラウンド1のみです。基本形態の画面でメタモーフのオープナーのところと使用不可にチェックを入れます。そして別形態のメタモーフも使用不可にチェックを入れます。これで最初に変身して元の形態には戻らない設定完了です。残りの枠4体は育成する英雄や餌英雄を入れましょう。いなければすぐ倒される英雄を入れれば大丈夫です。倒されて起き上がってを繰り返している間にもサンドデビルに少しずつダメージを与えていきます。まず倒された時にエンブリースのパッシブで倒された時の余剰ダメージも含めた 50% に相当するダメージをサンドデビルに跳ね返しています。あとは通常スキルとアクティブスキル2でじわりじわりとダメージを与えます。HP がダメージ基準なので、エンブリースのステータス HP が少しでも高い方がダメージが高くなりますね。ここからは繰り返しなのでカットします。6分17秒かかりましたが勝利できました。
それではエンブリースのステータス調整をしていきます。簡単にまとめると HP とスピードを上げました。ボーダーラインまでステータスを上げるのは大変ですが、上げなくてはならないのがこの2つなのでわかりやすいですね。ミスティックはステータス画面で変身前と変身後を切り替えて確認することができます。今回エンブリースは変身後で戦うので別形態のステータスをチェックしてください。まず HP から別形態で11万以上にしたら勝てました。10万8000では敗北しました。敗因はパッシブの死亡後に蘇生を通常スキルに耐えきれず使用してしまい、アクティブスキル2の攻撃を受けた時にはパッシブがクールダウン中だったからです。スピードがもっと速ければアクティブスキル2で回復もできるのが速くなりますが、今も結構速い方なので、これ以上スピード上げるのはきついです。必要な HP の数値は防御力でも変わるのかもしれません。スピードはステージ25のサンドデビルがスピード270なので、それ以上にしました。ということでポイントは2つ。生き延びられるように別形態で HP 目安11万まで持って、スピードを270以上にしましょう。とは言ってもなかなか大変です。ガントレット、チェストプレート、アミュレット、旗のメインステータスは HP% を選びました。セットボーナスで HP やスピードが増えるプロテクションを選んでみました。サブステータスも HP やスピードのが跳ねてるものが必要になる可能性があります。エンチャントも念入りに行っています。そして秘伝はこちら、攻撃と支援にしてます。支援のスピリットヘイストは餌などで連れてきた英雄が倒されるとスピードが上がるためおすすめしていただきました。支援の一番最初は HP プラス810です。秘伝はついてるのとついていないのでは強さが全然違うのをこの間の配信で実感しましたので、秘伝はつけるのをおすすめします。そして私は挑戦するときにすでにスキルの書のミスティックを使用済みでした。この挑戦をするためにスキルの書が必要だったのかはわかりません。アクティブスキル2がクールダウン4ターンになってるので、攻撃に耐えやすくなっているから、スキルの書を使っていた方が勝てそうではあります。レリックはステータスの最初が HP のものを選んで、少しでも HP が高くなるようにしました。クリアに6分かかりましたので、もっと早く倒したい方は、クリ率やクリダメも高い方が早く倒せると思います。エンブリースの入手は時間がかかり、HP を上げるのもなかなか大変ですが、サンドデビルのステージ25勝利もかなりの難関です。エンブリースを持っていたら試してみる価値ありだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画を見てチャレンジしてくださったらコメントを残していただけると嬉しいです。チャレンジしていなくても見たよとかコメントを残してもらえたら喜びます。ぜひライブ配信も見に来ていただけたらと思います。おつれいどー。